今回はラジアルクラッチマスターへの変更の内容となります。ラジアルクラッチですが、横置きのマスターシリンダーを縦置きにしたものとなります。私の車両ではブレーキとクラッチともにラジアルとなっています。ブレーキに関しては確かにコントロール性は良くなります。特に効き始めからぐっとブレーキの押し付けている感覚が伝わります。決してブレーキ自体の効きが良くなることはありませんが、効き始めはダイレクトな感覚です。そこからの握り込みは軽いため、握り具合のコントロールはしやすいということになります。セパハンにしていた時は、フロントの付け出しをしていたこともあって、フロントヘビーな状態でした。ラジアルによって荷重コントロールがしやすい点はいいんですが、普段のツーリングでは必要性は感じていなかったです。クラッチに関してはもうほぼほぼ死活問題です。毎日通勤で乗っていた時にはクラッチの重さは大して問題ではなかったんですが、たまにツーリングで乗る程度になった時には終盤の疲労感が辛くなり始めました。そして50を超えて体力、握力の低下が目立ち始めると、ツーリング中にクラッチ操作で左手が痛むんですよね。信号のたびに握るのが億劫なくらい。5速に入れた後は毎回手をブラブラさせていました。このクラッチの重さを放置していると、バイクに乗らなくなるんじゃないかなと思えるようになりました。ちょうどその時ですね、ハンドルを一文字に変更したんですが、横幅の問題で横置きのブレーキマスターとその他のものが接触する事態となりました。そこで縦型へ変更することとなった次第であります。クラッチを縦型に変更する際、ネット情報なんか漁ってみたんですが、見事に意見がバラバラでかなり悩みました。お値段からすれば日清しかないんですが、あとはブレンボ、ベルリンガー、ゲイルスピードでしょうか。あとは完全に握り込めば切れる、切れない、などなど、そして個体差があるというコメント、迷いますよね。個体差って工業製品において、クラッチが切れる、切れないってことに差が生まれることもないでしょうから、きっとクラッチ板の摩耗の状況であったり、クラッチの板バネの状況だったりの消耗品のトータルな状態によるのかなと。そうするとかなり綱渡りな交換となりそうです。ただ軽くなるのは間違いなさそうだったため、交換に踏み切りました。何を選ぶかですが、これまで調べた情報によると、ピストン系は 19mm、レバーレシオは 20mm が一番うまくいきそうな感じです。ただこちらのサイズでも最後まで握り込まないと切れない、またはレバーを遠くしないと切れないなどの話があります。この点も気になりました。そこでもう少し原理を理解します。油圧クラッチ、ブレーキも同じですが、おおむねパスカルの原理とテコの原理により操作感が変わります。主としてパスカルの原理が関係するのがピストン部分。テコの原理はレバーレシオに関係します。まずご存知の通り、パスカルは流体性力学の基本。クラッチではマスターとレリーズシリンダー。ブレーキではマスターとブレーキキャリパーの関係になります。よく見るこういう画像ですね。これって単位面積あたりの圧力がそのままの強さで伝わることが肝要なんですが、バイクで考えると理解しづらいと思います。なんといってもマスターシリンダーとクラッチでいうとこのレリーズシリンダーの面積がはっきりしないんで、こちらが理解したいのは重くなる、軽くなる、切れる、切れないなので、この際細かな数値は無視します。今の比率を1対1として考えます。このような状況です。マスターシリンダーのピストンを半分の面積のものに変更しても、
クラッチを切るためにはレディース内のピストンを押す力に変化はありません。そのためパスカルの原理からピストンを押す力は半分の力で済むことになります。今度は逆にピストンの面積を倍にします。この場合もレディース内のピストンを押す力は同じであるため、今度は2倍の力でピストンを押さなければならなくなります。つまり同じ力でレディースのプッシュロッドを押す場合、クラッチマスターのピストン K は小さくすると軽くなり、大きくすると重くなります。ただ力はそのような状況で伝わっても、移動する液体の量はマスターが半分の場合はレディース側に移動する液体の量は半分になります。つまりクラッチレディース内のピストンを今と同じ距離押し出すためには倍の量の液体をレディース側に押し出さなければならない。つまり2倍の距離レバーを引く必要が出てきます。これがマスター K を小さくするとレバーのストロークが大きくなる理由です。以上のことからクラッチマスターのピストン K を小さいものに変更するとクラッチ操作は軽くなりストロークは大きくなります。軽くなる点はいいんですが厄介なのはレバー範囲が大きくなる点です。レバーをどこまでも引ければいいんですがバイクの場合はハンドルに当たってしまいます。レバーストロークには限度があるのでその範囲で収まるシリンダー容量の見極めが必要ということになります。そして次にクラッチマスターのピストンを押す力、レバー入力へ関与するテコの原理です。支点と作用点と力点との関係、これは俗に言うレバーレシオですね。ただこれに関してはほぼほぼ調整は不可です。マスター径を小さく大きくしてもレバーにおける支点と作用点はそれぞれのマスターで基本固定されています。レバーの端を握るなどすれば力点を変更できるんですが、そうなると自身に変化を求めるクラッチが重いなら握力を強くしろみたいな暴論と同じになってしまいます。ただこのテコの原理に変化を加えることができる方法があります。それが今回変更するラジアルマスターということになります。横置きのマスターよりレバーの支点と作用点の距離が狭くなるため、同じ握り加減でより大きな力が得られます。ということで、ここまでをまとめます。マスターシリンダーを小さい径に変更すると軽くなり、レバーストロークが大きくなります。ラジアルに変更することで、さらに軽くレバー操作ができるようになるということになります。VMAX のノーマルクラッチマスターは約 16mm。ではラジアルクラッチマスターも 16mm のものに変更すれば、テコの原理の分だけ楽にクラッチが切れるようになると思いたいんですが、そうはならないようです。日清のラジポーの商品説明を参考にしますが、クラッチマスターに関してはラジアル 19mm と横型約 14mm が同程度となっています。このマスターの向きが変わるだけなのに、横型よりラジアルの方がピストン径が大きなものが同程度とされるのかということを知る必要があります。この部分が横型からラジアルに変更する際の大きな障壁となります。この点に関しては先ほどのテコの原理で説明したレバーレシオにおける作用点が影響します。ラジアル化により作用点が横型マスターより距離が近くなりました。その分小さな力で強く押せることになったんですが、支点から近くなった分レバーの動きに対してマスターのピストンを押すストロークが減ってしまいます。そのためラジアルに変更した場合は横型の時と比べシリンダーを大きなものにしなければならないわけです。
実際どのくらい大きなものにしなければならないかは車種によって違う。レディースのピストンを押すために必要なフルード量やクラッチスプリングの強さ、クラッチレバーの、支点から作用点の距離などの問題、それらいろいろあるためメーカーからのアナウンス以外はほぼ謎だと思います。ということで実際どのマスターシリンダーを選ぶのかという部分で非常に悩まなければなりません。VMAX のクラッチマスターのピストン径は約 16mm、 日清でいうと一番大きいもので 19mm、 横型に換算すると 14mm となっています。 VMAX のノーマルよりも小さくなるため軽くなるのは間違いないんですが、レバーの引き代は増えます。きちんと切れるかどうかは謎です。もっと容量が大きなものはないかと探した結果、たどり着いたのがベルリンガーの CR14 です。CR14、ピストン径は 20.6mm になります。どれだけのストローク量があるかはわからないんですが、ピストン径に惹かれ購入、取り付けました。結果はと言いますと、クラッチは切れます。ギリギリ。ハンドルまで握りしめると切れます。余裕はないですけどね。ただし軽いです。もう激軽です。もちろんベルリンガーの特徴であるマスターとレバーに配されたベアリングの作用もあるんでしょうが、おそらく支点と作用点がすごく近いんだと思います。250cc のバイクってくらいもう軽々握れます。ツーリングで1日乗っても疲労感は皆無です。本当に驚きました。ただし先ほどの通り、握りしめないとクラッチが切れないため、2本掛け3本掛けでのレバー操作はできません。この点が私は気になりました。4本握りに違和感がなくって、とにかくクラッチを軽くしたいという人にはおすすめできます。私は3本握りが好きなので、操作感においてどうしても気になってしまいました。そのため今度はブレンボ 19RCS に変更してみました。今流れている動画内においてクラッチのフルードを入れている状況ですが、ブレーキ側とは違い、クラッチ側はマックスに近づける必要はありません。というか中間くらいでいいです。ブレーキの場合はパッドが摩耗してくるとピストンの飛び出しに合わせてタンク内のフルードが補給されるのでマックスに合わせてて問題がないんですが、クラッチの場合はクラッチ板が摩耗してくるとプッシュロッドが押し返されます。そうするとレディース内のフルードは逆にタンク側へ戻ってきますので、タンク内をマックスにしているとそのうちオーバーしてくることになります。そのためマックス付近に合わせなくても良いと思われます。こちらはベルリンガーより重くなりました。でも例えが難しいんですが、普通の重さでしょうか。こちらも1日ツーリングで操作しても疲労感なく可能です。そしてクラッチが切れる位置はベルリンガーより遠くなりました。ベルリンガーの時とブレンボのクラッチの切れ具合を比較してみます。まずベルリンガー。1速や2速の時は抵抗がないとクラッチを握ってもホイールが止まりません。リアブレーキで一度押さえると停止しますので切れてはいます。3速以降はクラッチを握ると自然と止まります。
こちらはブレンボとなります。こちらもギアを入れた直後は動きますが、クラッチを握るとリアブレーキをしなくても自然に止まります。こちらも切れています。ブレンボの方がクラッチバーがより離れているという感じです。こちらがブレンボにおける動力が伝わる際のレバーの状態となります。一足においても3本掛けで操作が可能な程度は余裕があります。ほぼ横型の時と同じ感覚で操作は可能です。ちなみにレバーは4クリック近づけた状態です。最も遠い設定ではありません。私の車体の場合となりますが、ブレンボの 19mm、レバーレシオ 20mm においてほぼ問題なく使用できるレベルとなりました。ハンドルレバーも思いっきり広げる必要はなく、小柄な私の手でも操作しやすい状態です。私のハンドルグリップは、ホンダのスポーツグリップヒーターを使用しているため、ノーマルより薄いものとなります。ノーマルのグリップだとやや隙間が少なくなる可能性があります。あとは他の方に言わせると、ベルリンガーの軽さをやめたのはもったいないとの意見もありました。確かにそのぐらい軽い操作感でした。このあたりは好みの問題なので、私はこのままブレンボかな。ゲールスピードはブレンボと同じピストン系で同じレバーレシオなので、ほぼ同じような操作感になると思われます。残念ながら日清についてはわからないですね。ブレーキ側は日清のマスターで問題ないんですが、クラッチに関しては装着していないことにはわからないですね。ネット情報だと握り込んで切れるという意見が見られますので、ベルリンガーと同じ状態でやや重いくらいなのかなと想像します。どの車体にも絶対にこの状況になるとは言えず申し訳ないのですが、何かの参考になれば幸いです。以上が今回の内容となります。ご視聴ありがとうございました。